明治10年3月20日、西南戦争最大の激戦地田原坂。刀を抜いて肉弾戦で対抗してくる薩摩軍との絶望的な激戦の中、一陣の風のごとく現れ、視線を突破した屈強な剣客集団がいた。警視抜刀隊である。警察官らの凄腕剣客によって構成された抜刀隊は、この田原坂の戦いで薩摩の軍勢を破り突破した。しかし抜刀隊に田原坂を突破された薩摩は、別部隊を別ルートへ展開し、政府軍の背後を突く新たな作戦へ転じ、さらなる戦いを仕掛ける。薬丸次元流剣術を振りかざす薩摩野村を志助指揮の騎兵隊の軍勢は、九州東側ルート山岳方面からのゲリラ戦で官軍を背後から威嚇する作戦に切り替えるのと同時に、大分豊後口方面からの突破口を開き、本州上陸の展開を目論んだ。この豊後口ルートを指揮した薩摩の野村を志助という男は、戊辰戦争時に会津の若松城を包囲し、その陥落へと織り込んだ薩摩軍歴戦の将でもあった。薩摩が新たな動きを見せたこの時、政府軍は田原坂の戦いで軍の兵力も抜刀隊の警察官も激戦で限界まで擦り切れており、疲弊していた。そのためもうこれ以上大分豊後ルートへの戦闘に回せるような余分な兵力は残ってはいなかった。さらに士族中心の強烈な月剣を振りかざす薬丸次元流の薩摩別部隊を止めるには、険しい山岳地帯で勝ち合うゲリラ戦を戦える高い戦闘力が必要であった。そこで抜刀隊を組織した当時の警察のトップ大警視川路俊義は、新たな戦闘員の確保に画策する。川路が目をつけたのは、幕末の動乱を命がけで駆け抜け、その戸に済まされた剣技で地獄の暗黒時代を戦い抜いた会津をはじめとする戊辰の激戦で敗れた東北の士族生き残りであった。彼らの持つ高い剣術技量と戦闘力は、山岳地帯でのゲリラ戦や薩摩の強烈な月剣を中心とする屈強な部隊との白兵激突戦が必須のこの豊後ルートにおいて、薩摩兵にぶつけられる唯一の選択であった。さらに戊辰会津戦争時に薩摩に辛酸をなめさせられた東北士族らは、再び裏切りの薩摩と一戦を交えることへのその士気は凄まじく、我こそはと血気盛んにこの帳簿への志願に意気込んだ。そして川路指揮のもと、およそ1000人規模の警視帳簿隊が新たに組織されたのである。この警視帳簿隊にさらに一人のある男が投入される。内務省警視局警部補藤田五郎。この男こそ、かつて幕末最強の剣客集団新選組の3番組組頭であった怪物斎藤一である。藤田五郎は別動第三旅団豊後口警視庁簿隊2番小隊の反隊長に任命され、藤田は恩敵薩摩への執念に燃える東北士族らの荒れ狂う士気を率いることとなる。5月、新たな薩摩の侵攻を阻止するために、当時カラスと称された漆黒の警官服に身を包んだ藤田五郎らおよそ1000人の警視庁簿隊は大分豊後口へと向かった。降りしきる雨は容赦なく火薬を濡らし、近代兵器をただの鉄塊へと変えていた。頼れるのは己の腕と白人のみ。凄まじい雄たけびとともに防御を一切顧みない一撃必殺の強靭薩摩の薬丸次元流が襲いかかる。先陣を切る藤田五郎の剣がひらめき、
地獄の底から放つ藤田五郎の神速の月は強烈な次元流の諸太刀をくぐり抜け、薩摩の兵士を瞬時に貫きねじ伏せていく。藤田の無敵の剣が吠えるたび、薩摩兵は次々と地に伏せていく。その無双の月剣はまさに幕末の怪物そのものだった。戸惑う薩摩の軍勢に元新選組3番組組頭斎藤はじめ藤田五郎が放つ幕末の地獄からよみがえった必殺の剣は、人たちごとに敵を打ち砕き、その迫る危機は対峙した薩摩兵たちに恐怖を植え付けていく。いかん、あいは人じゃなか。おいどんらの事件流の太刀がおられもしたと。なんちゅう剣じゃ。あげな化け物がおったとか。藤田に続く警視帳簿隊もまた視線をくぐり抜けた会津東北士族の猛者たちであった。漆黒の制服を返り血に染め、宿敵薩摩の剣を容赦なく弾き返していく。戦況は凄惨を極めた。降りしきる雨の中、なおも藤田の正体だけは勢いを失わない。方向を上げ、月剣を振りかざして突っ込む警視庁母隊2番小隊の剣豪たち。狙うは薩摩軍の下方。執念の怒号と鬼気迫る闘志でさらなる奥深くの敵陣へと切り込んでいく。そしてたけり狂う剣客たちは薩摩兵との肉弾戦をくぐり抜け、激しい薩摩の攻撃布陣に微塵も臆することもなく突撃し、ついには敵の大砲2門を力ずくで強奪する戦果を上げる。破竹の勢いで無双する藤田の部隊はさらに敵を追い詰めていく。そして険しいゲリラ戦闘が続く中、豊後口の高床山まで押し進んだその時であった。曇天に重苦しい銃声が鳴り響き、戦場の山野を切り裂いた。その刹那、霞んでいく喧騒の中、藤田がその場に膝をつく。混戦の闇を破り、振りの銃弾が藤田の肋骨を激しく打ち砕いたのであった。だが幕末の怪物斎藤はじめこと藤田五郎はここでは終わらない。豊後口からの地獄はここからさらに加速していく。田原坂の戦闘以降も強硬に抗い続ける薩摩軍に対し、明治政府は長引く戦況を終わらせるべく次なる動きを見せる。政府は抜刀隊や警視庁母隊での士族たちの戦いを大きく評価し、軍の中で士族戦士らによる新部隊を組織しようと画策したのだ。だが陸軍卿山形有朋は自らが築き上げた徴兵令のメンツを守るためこれに猛反対する。山形は新時代の軍の構成に士族に偏る兵士らの登用を嫌ったためであった。そこで政府の陸軍省と内務省はある奇策を企てた。川路の警視庁母隊のアイデアを流用し、4000名をも超える数でさらに大規模な東北士族を中心とした臨時警察官の集団を結成させたのである。その名は新選旅団。そしてその本来は警察官集団である新選旅団を軍が使用動かすという力技を取る。その実態はまさに警察官を部隊丸ごと軍の指揮下に組み込んで戦わせるという法の間を縫ったいびつで冷徹なやり方であった。そして藤田の離脱から間もない7月20日、黒の制服に身を包んだ漆黒のカラス臨時警察官大部隊新選旅団が西南戦争最後の戦線へと投下される。藤田が戦線を離脱した後も警視庁母隊は大分豊後口から宮崎方面へ南下し、薩摩軍を押し下げて進撃していた。そして新選旅団は上陸した鹿児島から宮崎方面へ北上進撃する。
両部隊は南北上下から薩摩軍を追撃する形となった。政治の道具として集められた東北士族たち。しかし彼らにとって政府の思惑などどうでもよかった。胸にあるのはただ一つ、会津をはじめとする士族侍が持つ絶対の忠義、そして故郷を蹂躙され全てを奪われた恨みを晴らすその時、慶氏長母隊に続きその卓越した剣術に執念の闘志を爆発させた漆黒のカラスラ新選旅団が鬼人のごとき勢いで薩摩兵を叩き潰し追い込み、宮崎の延岡和田越で最後の大決戦を迎える。そしてここにさらなる歴史の因縁があった。軍の指揮下に道具として放り込まれた新選旅団であったが、この部隊の指揮を執ったのが参謀副長辰巳直文であった。辰巳は幕末期に京都所司代であった桑名藩の男で、鳥羽伏見の戦いでは旧幕府軍の主力として剣を振るい、戊辰戦争時の宇都宮城の戦いでは新選組副長の土方歳三らと共に薩摩長州らと激戦を交わした男でもあった。かつて戊辰の戦いで国を追われた敗者たちが今度は時代を味方につけ、煮え色を飲まされた薩摩からの裏切りを白人をもって返していく。荒れ狂う漆黒の部隊が放つその怒涛の指揮は竜の洞窟のごとく一回となり天をついた。8月15日、あの男が再び修羅の地へと舞い戻る。高床山の激戦からわずか1ヶ月、肋骨粉砕という重傷を負いながらも驚異の執念で復帰を果たした藤田五郎である。この不死身の狼は慶氏長母隊と新選旅団が一つとなった大隊陣営に合流し、そして漆黒の軍勢は最後の抗いを見せる西郷軍をさらに攻め立て、終焉の地鹿児島までとどめの追撃を続ける。この執念を秘めた東北士族らで急遽編成された使い捨ての黒い警察官部隊は屈強な薩摩兵士を戦慄させ、その怒涛の攻勢は薩摩全軍解散に追い込む巨大な一翼を担った。9月24日、西郷隆盛自決。幕末の人斬半次郎こと薩摩の重鎮桐野俊明も同日戦死する。そして豊後口のゲリラ戦で騎兵隊を指揮した野村尾志助もこの日投降した。ここに日本最後の内戦西南戦争は終結を迎える。幕末の頃同盟国として手を取り合っていた会津と薩摩は戊辰戦争で敵対し、会津は賊軍として全てを失い、明治の世となり今度は薩摩が賊軍として散った。最後まで互いが胸に秘めていたのはただ一つの覚悟。賊軍として追われた幕末から10年、かつて新選組として戦い名を変え明治を生き抜いた斎藤はじめ。男たちが命を賭して証明したのは明治政府への忠誠ではなく、かつて幕末に貫いた誇り高き武士の義であった。このチャンネルでは新選組のリアルな逸話を続々公開中です。見逃さないように今のうちに画面のボタンから登録して次回の動画もお待ちください。おすすめ動画も真実に迫る内容が盛りだくさんです。クリックしてぜひ続けてご覧ください。